AI が世界経済の勢力図を大きく塗り替えている今、産業革命以降、世界の経済圏はどのように移り変わってきたのでしょうか。本日は時代ごとに最も強大だった産業と国家をたどりながら壮大な覇権の歴史を振り返っていきます。まずは約250年前、人類の歴史を大きく変えた最初の産業革命からです。この時代の主役は何といっても蒸気機関。まるで魔法の箱のように石炭の力で機械を動かし始めました。特にイギリスではこの蒸気機関が紡績業、つまり糸を紡ぎ布を作る工場に革命を起こしました。それまで手作業だったものが大きな機械でどんどん作られるようになり、まるで動く工場が誕生したようなものです。この圧倒的な生産力でイギリスは瞬く間に世界の経済をリードする存在になりました。1870年には現在の価値で約40兆円規模というとてつもない経済力を誇り、世界の工業製品の3分の1以上を生産する世界の工場として圧倒的な存在感を示したんです。まさに蒸気機関という新しい技術が一国を世界のトップに押し上げた最初の瞬間でしたね。イギリスが世界の工場として君臨したのもつかの間、次の主役は海を渡ってアメリカにバトンタッチされます。この時代のキーワードは大量生産。イギリスが蒸気機関で一つ一つ職人的に作っていたのに対し、アメリカはもっとダイナミックでした。広大な国土には多くの人がいて、製品をどんどん消費できる巨大な市場がありました。そんなアメリカで生まれたのが鉄や電気、そして自動車という新しい産業です。特にヘンリー・フォードが提唱したフォード種には、それまでの車の作り方をガラリと変えました。まるでベルトコンベヤの上でプラモデルを組み立てるように、一台の車を多くの人が分業して効率よく、そして驚くほど早く作れるようになったんです。これにより、車は一部の富裕層だけのものからぐっと身近な存在になりました。こうしてアメリカは2回目の世界大戦が終わる頃には、現在の価値で約600兆円というとんでもない経済規模にまで成長しました。世界の GDP の4分の1以上をたった一国で生み出す。まさに経済の巨人として世界に君臨した時代。効率的な大量生産システムと巨大な国内市場がアメリカを世界の覇権国へと押し上げた原動力だったんですね。第二次世界大戦で大きな傷を負った世界は復興への道を歩み始めます。この1950年代から1970年代にかけては、中華化学工業と重厚長大な製造業が経済を牽引する時代になりました。イメージとしては、石油からたくさんの便利な素材を作る石油化学や、冷蔵庫や洗濯機といった白物家電が人々の生活を豊かにしていったんです。この時期もアメリカはその経済力をしっかり維持しながら新たな成長の波に乗っていました。しかし、この時代に驚異的なスピードで追い上げてきた国があります。そう、それが日本です。戦後の焼け野原から日本人は持ち前の勤勉さと品質へのこだわりを武器に世界中から信頼される製品を作り始めました。例えば家庭で使うテレビやラジオ、自動車などがどんどん海外へと輸出されていきました。1970年代、日本は目覚ましい高度経済成長を遂げ、その経済規模は現在の価値で約300兆円を突破。あっという間に世界第2位の経済大国へと駆け上がったんです。アメリカ一強の時代から日本という新たな経済大国が急速に存在感を増していった、まさに激動の時代でした。アメリカと日本が経済的に並び立つ時代に入ると、今度はマイクロエレクトロニクスの波が押し寄せます。これは電気製品を小さく賢くする技術のこと。この時代の主役は半導体やソニーのウォークマンに代表される小型電子機器、そして自動車でした。日本はこの波に乗り、まさに絶頂期を迎えます。まるで小さな魔法のチップが世界を動かすように、日本の半導体は世界中で使われ、ものづくりの代名詞となりました。ウォークマンや自動車といった革新的な製品は、世界中のライフスタイルを変えていきました。1990年の最盛期、日本の経済規模は約1100兆円にまで膨れ上がり、アメリカと肩を並べました。世界経済の頂点に立っていた日本にとって最も輝かしい黄金期。
日米が互いに切磋琢磨し、世界をリードする二強の時代だったのです。製造業の黄金期を極めた日米の激しい競争の裏で、次なる大きな波が静かに、しかし確実に押し寄せていました。それが、皆さんも毎日使っているインターネット革命です。1990年代後半から2000年代初頭にかけて、それまでは一部の人しか使えなかったパソコン通信が、ワールドワイドウェブの登場で、まるで世界中に網の目のように広がり始めました。この時代、経済の中心は目に見えるものから目に見えないソフトウェアやネットワークへと大きくシフトしました。アメリカのシリコンバレーと呼ばれる地域がこの新しい波をリードする拠点となります。インターネット関連の新しい会社が次々と生まれ、誰もが知らないうちに世界中の情報を結びつけ、人々の生活を一変させていきました。2000年にはインターネット関連株が高騰するドットコムバブルと呼ばれる現象が起きるほど、アメリカ経済はこの分野で爆発的な成長を遂げ、その規模は現在の価値で約2600兆円を超えました。まさに、経済の主役が物理的な製品からデジタルな情報へと切り替わった大きな転換点だったのです。インターネットが世界をつないだ後、私たちの生活をさらに劇的に変えたのがスマートフォンの登場です。2010年代に入ると、手のひらサイズの小さなデバイスが電話だけでなく、インターネットもカメラも、そして何でもできる魔法の道具になりましたよね。このモバイルエコシステムと呼ばれるスマホとアプリが織りなす新しい経済圏の主役は、再びアメリカの巨大テクノロジー企業、いわゆるビッグテックでした。彼らはいつでもどこでもインターネットにつながるクラウドの技術を駆使し、Facebook や Twitter といったソーシャルメディアで世界中の人々のつながりを深め、そして Google や Apple のように私たちの生活に欠かせないプラットフォームを次々と作り上げました。これらの企業は世界中の膨大なデータを集め、それを活用することでとてつもない経済的な富を生み出す仕組みを完成させました。2019年にはアメリカの経済規模は現在の価値で約3400兆円から4000兆円に達し、プラットフォームを握る少数の企業が世界の経済を動かす存在となったんです。まさにスマホが私たちの生活の中心になったように、ビッグテックが経済の覇権を独走する時代が始まったんです。スマートフォンの次にやってきたのが、今世界経済を大きく塗り替えている AI、つまり人工知能の時代です。特に生成 AI や大規模言語モデルはまるで人間のように文章や画像、音楽を作り出し、私たちの仕事や生活を根本から変えようとしています。この AI を動かす頭脳となるのが、最先端の半導体の設計と膨大なデータを処理するデータセンターという巨大なインフラです。そして、この AI 時代の経済覇権を圧倒的にリードしているのは、やはりアメリカ。2026年現在、アメリカの経済規模は4400兆円を優に超え、歴史上最大の富を生み出し続けています。高度な AI 技術力と、それを支える莫大な資金力が結びつき、AI エコシステムを牽引する国や企業が、これからの世界の経済ルールをまさに決めている。そんな時代に突入しているんですね。イギリスの蒸気機関から始まり、アメリカの大量生産、日本の高品質ものづくり、そしてインターネットから AI へと続く壮大な経済覇権の物語を一緒に辿ってきました。それぞれの時代で新しい技術が生まれ、新しい産業が主役になり、それにうまく乗っかった国が世界のトップに躍り出てきたことがお分かりいただけたかと思います。この動画を通して歴史の流れを知ることで未来を予測し、私たち一人一人が、そして日本という国が次にどこへ向かうべきなのか、その大きなヒントを得ていただけたなら嬉しいです。